感謝は宇宙を動かす最も偉大なる力である。これを軽んじる者は豊かさという名の流れから外れていく。だが、真にその本質を理解し、心から感謝を生きる者には、望むすべてがもたらされる。私は断言しよう。成功を願うのなら、幸福を求めるのなら、健康や愛を望むのなら、まず、感謝しなさい。なぜか。それは、感謝があなたの心をこの宇宙の根源と結びつける、見えない磁力だからである。この宇宙には、名も形もない一つの根源的な生命力が存在する。触れることも見ることもできないが、あらゆるものに姿を変え、あなたの思念にこうして現れる。それを私は、思考する物質と呼ぶ。思考する物質は、あなたの内なる思いと共振し、形をとる。あなたが豊かさを思えば、それは現実となり、病を思えば、それもまた現実となる。だが、感謝はただの思考ではない。それは、思考を聖なるものへと変える精妙な力である。感謝とは、すでに与えられているものへと意識を向けること。そして、それに心を同調させる技術だ。感謝するものは、欠けているものではなく、すでにあるものに目を向ける。満たされていることを見つけ、それに光を当てる。するとその意識が、新たな豊かさを引き寄せ始める。私は、貧しき家庭に生まれた。金もなく、学びの機会も乏しかった。しかし、知っていたのだ。この宇宙には、誰に対しても平等に働く力があると。そして、それは感謝という扉を通して流れ込むものであると。最初に私が実践したのは、今この瞬間への感謝だった。持たざる時でも、吸える空気に感謝し、差し込む光に感謝し、水に感謝し、鼓動する心臓に感謝した。小さなものすべてに、心からありがとうと伝えた。すると、どうだろう。心は澄み渡り、世界が開け始めた。目の前に、小さな機械が一つまた一つと現れたのだ。私はそれぞれにまた感謝を重ねた。すると再び、次なる扉が開いた。まるで、感謝が宇宙の鍵であるかのように。この宇宙は法則によって成り立っている。例えば一輪の花が咲くとき、私たちはその背後にある無数の奇跡を見落としがちである。大地、水、太陽、風、そして時間。それらが一つでも欠けていたら、その花は存在しなかったはずなのだ。感謝とは、そうした見えない連なりに気づく目を持つこと。表面に現れた結果だけでなく、そこに至るあらゆる要素に思いを巡らすこと。あなたの人生にも、気づかぬうちに支えとなってきたものがいくつあっただろう。失敗すらも、今の自分を形作る一部だったのではないか。感謝とは、人生のすべてを味方に変える知恵であり、心のあり方なのだ。重力がそうであるように、引き寄せの法則もまた不変である。あなたの思考と感情が、あなたの未来を作る。しかし、ただ思うだけでは足りない。その思考に確信と感謝が伴ってこそ、力となる。たとえあなたが、私は豊かになると願っても、心の奥底でそんなはずがないと思っていれば、宇宙はその否定の波動を拾い、応答する。だが、あなたが、私はすでに豊かであるありがとうと心から感じたとき、宇宙はその意識に応じて、静かに、しかし確実に現実を変え始めるのだ。だからこそ言いたい。とにかく、感謝しなさい。まだ何も手にしていなくても、夢が実現していなくても、むしろ叶っていない現実の中で感謝することこそ、最も強く、最も遠くに届く磁力なのである。ある者は言うかもしれない。感謝する理由など、どこにもないと。だが私は、こう言おう。
感謝すべきことがないのではない。感謝に目を向けていないのだと。太陽が昇り、大地が実りを与え、身体は今日も動いている。空気が肺を満たし、心臓が鼓動を刻んでいる。これほどの奇跡を、あなたは当然のように受け取っている。だが、感謝とは、その当然に潜む奇跡に気づくための訓練である。そして、あなたが気づいた分だけ、世界は依えてくれる。私が最も伝えたいのは、すでにあるものへの感謝と、これから来るものへの先取りの感謝、このダブル感謝の実践である。前者は、今ある現実への満足と敬意を育てる。後者は、未来の可能性に確信という種をまく。私は健康を得ています。ありがとうございます。私は豊かさに包まれています。ありがとうございます。私は愛され、必要とされています。ありがとうございます。このように、まだ現れていない願いに対して先に感謝することで、その思いは物質世界へと引き寄せられてくる。感謝とは、未来への灯台である。まだ見えなくとも、すでにあると信じて光を掲げる。その真の光が、願いをこちらへと導くのだ。あなたが言葉を放つたび、目には見えぬ現実が静かに形を取り始める。一つ、私が出会った話をしよう。ある青年がいた。彼には何もなかった。学歴も、金も、人脈も。しかし、ある日を境に感謝の実践を始めた。朝目覚めることに感謝し、食事を口にできることに感謝し、仕事がなくとも歩ける足に感謝した。そして数年後、彼は起業し、周囲と富を分かち合う存在となっていた。なぜ成功できたのかと尋ねると、彼はこう答えた。何も持っていなかった頃に、すでに与えられていたことに気づいたんです。あとは宇宙が、その意識に依えてくれただけですと。あなたが願うすべての未来は、ありがとうの中にすでに芽吹いている。未来は遠いどこかにあるのではない。感謝するたびに、未来は今の中で静かに動き出す。心に浮かべ、声に出し、意識を注ぐ。その一つ一つが、世界を描き換える行為なのだ。今、心の中でそっと言ってみなさい。ありがとうございますと。そこから、あなたの人生が新たに動き出す。そして忘れないでほしい。最も偉大なるものとは、最も深く、最も頻繁に感謝を生きるものであるということを。